皆さんこんにちは。アンニョンガセヨ、風花です。今回はドラマ応答せよ1988の個人的な見どころを紹介する回でございます。ドラマファンの間では有名な応答せよシリーズですが、これまでに3作発表されていまして、1作目が2012年に放送された応答せよ1997、2作目が2013年放送の応答せよ1994、3作目が2015年の年末から2016年の年始にかけて放送された応答せよ1988なんですね。つまり新作ごとにだんだん時代背景が古くなっていっているということです。私は前作見ているんですけれども、個人的には一番1988が好きですね。というのはやはり OST や挿入歌にバラードが多いという点とですね、リアルタイムには全く知らない時代の韓国を垣間見られるという点が理由ですね。正直に申し上げますと、ストーリーの起伏はね、そんなにないドラマなんですよね。あんまりドキドキハラハラするような要素はないですし、登場人物が不治の病になったり記憶喪失になったりといったですね、古典的な韓国ドラマの定番要素もなく、淡々とその時代を生きた家族の日常の物語が綴られているドラマです。応答せよシリーズは賢い医師生活でもおなじみのシン・ウォンホ監督の出世作なんですが、中でも1988は企画段階では挑戦的な作品だったそうなんですね。というのはドラマのターゲット層がどの世代かという話になってくるんですけど、例えば応答せよ1997は1997年に高校時代を過ごした世代が最も共感できる世代なので、ちょうど放送当時に30歳くらいだった世代が経験した高校時代を描いていたわけなんですね。応答せよ1994も3年違うだけなんで、だいたい同じぐらいの世代をターゲットにしていたんですよ。でも応答せよ1988の場合は1970年前後に生まれた方がちょうどその頃高校生ということで最も共感できる世代とすると、2015年の放送当時ですね、その方々が40代後半にあたる世代ということで、前の2作よりもだいぶターゲットの年齢層が高くなっていたんですね。しかし当時の TVN のドラマの視聴者層は若い人が中心だったことから、ドラマの内容とよく見てくれる年齢層が合わないんじゃないかっていう心配があったそうなんですよ。なのでドラマのストーリーを家族の物語という幅広い世代から共感が得られるテーマにしたそうなんですね。でもちろんドラマの中には恋愛要素もあるんですけれども、それ以上に家族の日常を丁寧に描いているのはそういった背景も関係しているそうです。でも私には逆にそれがね、すごくハマったんですよね。私自身は1980年代後半の生まれなので、そもそもリアルタイムで80年代って知らないんですよね。で90年代は子供の頃の記憶としてあるんで、どんな時代だったかっていうのをね、ある程度想像できるんですけれども、80年代はね、まだ赤ちゃんだったんで、もう全然記憶がないんですよ。私にとっては生きていた時代っていうよりかは現代史に近いような感覚ですね。でも歌って生活とともにあると思っていて、懐かしい歌を聴いたらその時のことを思い出しますよね。その時代どんなことがあって、どんな音楽が流れていて、その時自分は何を感じてたかなと、それが人生の思い出としてパッケージされて脳内にあるような感覚が私はあるんですよね。で音楽はそれを開けるシグナルになってくれると思います。応答せよ1988はまさにそんなドラマで、1988年に韓国の高校生だった子たちがどんな風に暮らしていて、どんな音楽を聴いていたかが日常として綴られているんですね。友達みんなで車の中でイ・ムンセさんの赤い夕焼けという曲をね、熱唱するシーンがあったり、デートでイ・ソニさんのコンサートに行ったりですね、こんな風に音楽とともに青春を過ごしていたんだなと思ったりしました。
後半では時代が進んで90年代に入るんですけれど、 BGM も一緒に変化して、イ・スンファンさんやキム・ドンリュルさん、シン・スンフンさんの音楽が出てきてですね、ちょうどその音楽は私が高校生から大学生の頃に聴いていた曲なんで、知ってる曲とか知ってる時代につながっていくんだなという感じがしました。1988年はソウルオリンピック開催の年で、ドラマの冒頭にもこのシーンが出てきます。オリンピックの開催は韓国の経済成長の象徴でもあって、街の皆さんが非常に盛り上がっている様子が描かれているんですね。一方で韓国の1980年代は民主化運動の時代でもあって、ドラマの中でもヒロインのお姉さんがデモに参加していたというエピソードが出てきて、それが就職の妨げにならないだろうかと心配するシーンがあったりします。1987年に韓国では憲法が改正されて、大統領の直接選挙と言論の自由の保障が約束されるんですね。で、1988年というのはその翌年ですから、政治的にも激動の時代だったことが伺えます。応答せよ1988のオープニング映像では、最初の大統領選挙で当選したノテグ大統領が映っているんですね。そんな風に背景を語っていたらちょっと長くなってしまったんですけれども、これからドラマをご覧になる方もいらっしゃると思いますので、ネタバレにならない程度にドラマの概要を紹介していきたいと思います。応答せよ1988は1988年のソウルの北部にあるサンムンドンという町の町内での幼なじみ5人とその家族が主人公のドラマです。幼なじみ5人組は男子4人と女子1人の5人なんですね。で、この女子がヒロインなわけですよ。ドクソンちゃんというお名前です。男子の方はジョンファン君、ドンニョン君、ソヌ君、テク君の4人なんですが、応答せよシリーズの定番でですね、この幼なじみの何人かがヒロインに恋をして押し引きのストーリーを経て、最後に誰と結婚していたかというのが明かされるんですよね。で、1988ではですね、ストーリーを通して4人のうち3人がヒロインとの恋に関わるということになります。ご覧になった方は皆さん誰を応援していらっしゃいましたか？私はリュウ・ジュニョルさんが演じていたジョンファンが好きでした。一見するとね、ぶっきらぼうな性格なんですけれども、うちは熱い人というかですね、優しくて情が厚くて素敵な方なんですよね。そして何より物語の後半で、彼の車に積んであるカセットテープが全てイ・ムンセ先生の楽曲だったというシーンが出てきてですね、ここで好感度が爆上がりしましたよね。音楽の趣味が素晴らしいと思います。私がヒロインだったらもうこの時点で結婚確定ですよね。で、90年代に入ってからのシーンで JYP ことパクジニョンさんの楽曲が出てくるんですけれども、そこではね、パクジニョンさんの CD も買ってるんですよ。で、これがブルーシティという私もよく聴いているアルバムなので、このシーンもとても嬉しかったですね。で、ネットフリックスでドラマを見ると、著作権の関係でアルバムのジャケットとかですね、テレビのシーンに全部モザイクがかかっちゃうんですよ。で、あれをね、全部見てみたいなと思いますね。この作品はテクを演じたパク・ボゴムさんの出世作なんですが、最初のシーンではね、あんまりテックン出てこないんですよね。で、他のメンバーはみんな高校生なので、高校生活が描かれるんですけど、テクは10代の天才棋士で若くして囲碁でデビューしているっていう設定なので、高校に行ってないんですよ。なので学校のシーンではね、あんまり出てこないんですね。で、このテクというキャラクターは実在のイ・チャンホさんという天才棋士をモデルにしているそうで、このイ・チャンホさんという方は1986年に11歳でプロデビューして16歳で世界戦で優勝したそうです。で、パク・ボグムさんはこのテクを演じるにあたって実際に囲碁を習ってですね、対局の時の目線とか視線を勉強したそうですよ。そして最後にソバンチャというダンスボーカルグループの話をして終わりたいと思います。で、このソバンチャはですね、ドラマの最初の頃に出てくるのでストーリーの核心部分ではないんですが、もしこれからご自身でご覧になりたいっていう方はですね、ネットフリックスで
だいたい3話ぐらいまで見てからこの後聞くようにしてください。ではそばんちゃの話に行きます。でドクソンとあとテク君以外の男子3人はですね高校に通っているので、それぞれね男子校女子校に行ってるんですけど、修学旅行に行くんですね。で行き先は一緒だったんですよ。でその修学旅行で隠し芸大会があってですね、その対象の商品がどうしても欲しいっていうことでドクソンが友達と一緒に踊りを練習するんですけれども、その旅行中にハプニングが起きてしまってですね、急遽男子校に通っている幼なじみ3人を連れてきてですね、女子校の隠し芸大会に出場させるというシーンがあります。でその回で踊っている曲がソバンチャ消防車というグループのオジェッパン宮城昨日の夜の話という曲なんですが、この曲がね最近 SNS でまた再度話題になっていたんですよ。ソバンチャ消防車というグループは1987年にデビューした男性3人組のダンスボーカルのグループなんですが、当時歌謡曲でヒットした曲がバラード中心だった時代に、この爆中っていうんですかね、アクロバティックなね踊りをしながら歌うグループが大ヒットしたことで話題になったんですね。でこの頃の韓国はまだねアイドルの文化ってなくて、当時日本で大ヒットしていた少年隊をモデルにして作ったグループだったそうです。そしてこのオジェッパン宮城昨日の夜の話という曲は実は日本でもよく知られている曲なんですね。1996年にダウンタウンのごっつええ感じという日本のバラエティ番組のエンディングテーマにもなっていたんですよ。でこれは原曲が使われていたわけじゃなくて、韓国語をね聞こえたままにカバーしてお笑い芸人さんたちが歌ってたんですね。なので曲名もオジャパメンなんですよオジェッパン宮城っていうのが正しい発音なんですけど、オジャパメンっていう風に聞き取ってるんですね。でこの歌詞はキム兄ことですね、木村雄一さんがカタカナで聞こえたまま書き起こしたそうなんですけれども、実際の歌詞の出だしはオジェパメン昨日の夜にはって言っているところをオジャパメンって聞き取っちゃってるので、もう最初の段階で母音の聞き取りが間違ってるんですけどね、なほんじゃかすんまっぱそ僕は一人で心が痛かったっていう意味ですけど、このフレーズとかはねちゃんとね合っているところもあるんですよ。でそれでなんか謎の言語でノリよく歌っている曲みたいな感じで90年代後半にこの曲が日本でも人気だったそうなんですね。でも実は私はこのダウンタウンの番組をほとんど見たことがなくて、全然生まれてた時代なんですけど、子供の頃ね結構ずっと勉強しててあんまりテレビを見る時間ってなかったんですよね。でそれでつい最近の話なんですけど、私が働いているクリニックの看護師さんに鶴橋で美味しいお店知らないっていうふうに聞かれて、で鶴橋っていうのはね日本の大阪にあるコリアンタウンなんですが、私がオジェッパ麺っていう手軸っぱのお店が美味しいよっていうふうにおすすめしたんですね。そしたら看護師さんがオジャパ麺懐かしいねって言って歌い始めたんですよ。で私はこのソバンチャっていう消防車が歌ってる原曲しか知らなかったんで、ソバンチャ知ってるんですかっていうふうに聞いたら、看護師さんがこれごっつええ感じの歌やで知らないのって言って、でそれで私は日本でもヒットしてたことを知ったんです。でそれが最近このオジャパメンですね、ダウンタウンが歌ってる方の動画が SNS でまた再度話題になってて、でそれでも知ったんですよね。ちなみに看護師さんは原曲が韓国語だとは知らなくて、なんか呪文みたいな外国語の歌詞だと思ってたけど曲調が楽しくて好きだったんだよねって言ってました。なのでごっつええ感じをご覧になっていた方はこのドラマのねこの曲のシーンも楽しめると思います。そんなわけで今回は応答せよ1988の個人的な見どころをいろいろ紹介してみました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。